はーい。皆さんこんにちは。こんにちは。ねえ、あかねちゃん。最近、秋を感じる日も多くなったんだけど、秋といえば何かな？突然なんや。秋といえば焼き芋やな。美味しいやん。そうね。それ以外だと？それ以外、すすきも秋っぽい感じがするな。皆さん、秋といえばトンボですよね。無理やり方向修正入ったで。実は、今回紹介する珍兵器は、そんな秋になるとよく見かけるトンボのような翼を持った航空機です。トンボ？その機体が開発されたのは、第二次世界大戦が始まる前のフランスです。機体構造としては、オーニソプター、主翼そのものを動かす羽ばたき翼を搭載していました。つまり、鳥のように飛行するという非常に珍しい航空機になります。これ人乗せて飛べるん？では、どのような機体だったのか、画像を紹介していこうかな。こちらです。ほんまにトンボみたいに4つの翼があるやん。一体、どのような経緯で機体が開発されたのか紹介していきます。ゆるふわ軍事チャンネル。この機体は、1937年に試作機が作られたもので、リュウ 102T アレリオンと呼ばれていました。アレリオン？アレリオン自体は、ラプターやイーグルと同じような愛称になると思うんだけど、意味としては、くちばしや足がないという神話上のワシのことで、フランスでは紋章として用いられることがあるそうよ。ほう。リュウ 102T を開発したのは、レネ・ルイス・リュウというフランス人のエンジニアです。彼は、航空機分野の設計者で、今から100年以上前、第一次世界大戦が勃発する前の1913年に、彼としては初となる、羽ばたき翼構造の航空機を試作します。見た目がまるで鳥さんや。航空機の歴史を簡単に紹介すると、ライト兄弟が初飛行したのが1903年です。つまり、機体が完成した1913年となると、10年という歳月が流れており、急速に技術も発達していきました。一方で、機体形状に関しては、1900年に入った時点で多くの航空技術者がプロペラと固定翼を搭載した機体。つまり、現代も目にする航空機の姿は理想的な姿と思い描いていました。第一次世界大戦で実戦投入された機体もそれやな。そんな中、なぜか羽ばたき翼に固執するような人たちが一部存在していたといいます。つまり、リュウさんがそうやったと？そういうことになります。ちなみに、この人物は、1910年にフランス、1911年にアメリカとイギリスで羽ばたき翼の特許を取得しています。これガチな人やで。しかし、1913年に完成したこの機体は、第一次世界大戦中の1916年に飛行試験が行われたものの、離陸後間もなく墜落し、大破。機体は失われました。コンピュータもない時代や。さすがに無茶やで。この失敗があり、一方で第一次世界大戦では、様々なプロペラを搭載した固定翼機が空を飛び回ったことで、どちらの機体が優れているのかが明確になりました。でも諦めへんかったと？彼は、それでも羽ばたき翼を諦めようとはしませんでした。この手の設計者はやたらと頑固な人多いからな。その後、彼はフランスの航空メーカー、バーナード・エアークラフト・カンパニーなどに就職するなど、航空業界に携わりました。そして、彼は、1933年に、リュウ 102T アレリオンの元となる研究成果を公に発表することになります。この発表が行われたのは、そこらの研究所ではなく、当時のフランスの国家機関。なんと、フランス軍で、航空機に関する様々な研究、開発を行う中枢でした。いきなりすごい話になってきたで。その結果、彼に5分の1スケールの機体を開発するための資金提供が決定されます。すごいやん。流れ変わってきたで。ポンとくれた資金をもとに1934年になるとスケールモデルが完成。1934年11月から1935年2月までパリ郊外のイッシーでムリナン市にあった軍の施設で合計200時間もの風洞テストを実施。これにクリアしていたそうです。風洞？風洞とは人工的に風を作り、空を飛んでいるような環境を作り出せる装置のことだよ。
なんか、旅客機の開発とかで見たことがあるな。ちなみに、この200時間の試験はどのくらいの規模なのか。結構長いことやっとると思うけどな。時間的に要介上や。そうなんだけど、例えばアメリカの B-52 爆撃機の場合は、風洞の試験時間は合計で1万時間です。1万。ゆかりちゃんの怪しい情報によると、スペースシャトルは、確か10万時間ほど行っているってドヤ顔で話していたね。桁がちゃうで。話を戻すと、5分の1スケールで200時間の風洞試験をクリアしたことで、周囲ではこの機体が本当に空を飛べるんじゃないかという雰囲気に変わっていったそうです。ちょい待て。それ感覚が麻痺しとるだけやで。スケールモデルと風洞試験から色々と計算した結果、実物の航空機では90馬力のエンジンを搭載することで時速 200km の飛行速度が出ると導き出したそうです。なんかおかしない？そして1937年4月になると、どのようなわけか国により認められ、実物大の試作機を開発することになります。確か、第一次世界大戦中の高速戦闘機が時速 200km 程度やったはずやけど、1937年となると、第一次世界大戦の終結から19年後になるので、お世辞には速い飛行速度とは言えないね。そして、1937年末に試作機となる、こちらの竜 102T アレリオンが完成します。やったね。他の珍兵器の例から、この後どこでやらかすかやな。まだ紹介していなかった機体スペックを簡単に紹介すると、全長 6.4 メートル、翼幅8メートル、全高 2.5 メートル。機体には一般的な航空機とは異なり、胴体中央付近に4つの膠着装置を搭載しています。見た目が虫っぽいのはこの足やな。そして注目の主翼。上下に動く翼の可動範囲は、上に40度、下に10度。この翼を動かすために、この位置に90馬力ではなく、75馬力のエンジンが搭載されました。なんか見た目からして動かしただけで壊れそうなんやけど、大丈夫か？フランスでは1889年にエッフェル塔が完成してるんだよ。そんな壊れるような機体開発するはずないじゃん。そりゃそうやけど。そんなこんなで無事に機体が完成したことを受け、施設内で風洞試験が行われることになりました。その結果、なんと、やっぱり壊れました。何してんねん。壊れ方が鳥人間コンテストや。ゆるふわ軍事チャンネル。一体、どのような風洞試験が行われていたのか、その詳細が残されています。最初、普通の飛行機のように翼を動かさず、2分間の風洞試験が行われました。これは問題ありませんでした。続いて、羽ばたき翼の動作を確認するため、連続20分間の試験を実施しました。これも問題はなく、翼の歪みなども確認されなかったそうです。ここまでは順調やな。問題らしい問題といえば、エンジン出力が想定された75馬力ではなく、60馬力しか出ていませんでした。待て、エンジンがポンコツやで。そして、1938年4月12日に追加試験を実施。この時、風速を時速 130km まで上げ、羽ばたき翼の試験を実施しました。うなりを上げるポンコツエンジン。頑張っとるで。エンジンの回転数が4500回転になったところで1つの翼が折れ、続けて残り3つの翼が折れてしまいました。まあ、構造的に明らかに無理があるからな。実は、設計者リュウさんは、この事故の前に翼を改良したいと申し出をしていたものの、なぜか受け入れられず、そのまま試験が実施されていたそうです。翼が折れる事故が発生したことを受け、以降、資金提供が停止、プロジェクトも正式に中止となったそうです。飛行速度も遅いし、開発を続けてもさすがに意味はないからな。ちなみに、この時壊れた機体自体は廃棄されることはなく、当時のものがアンジェロワール空港の敷地内にある航空博物館に展示されているそうです。それにしてもめちゃ変わった機体やったな。人兵器の中でも羽ばたき翼の航空機はかなりレアな存在だね。一方で、おもちゃレベルでは販売されていたりもするのですが、
今の技術力でも有人機として運用されている機体は存在していません。このような羽ばたき力の航空機が黎明期に多く開発されていた理由については、自然界の鳥や虫が羽ばたきながら飛行していることもあり、最も効率よく飛行できるのはプロペラではなく、羽ばたきにあると信じていたことに理由があるとも言われています。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。